皆さんこんにちは。学習通路のありかのパチです。皆さんはヘテロシティのどの町に住みたいですか？公式設定で住みたい町ランキング1位に選ばれているのがこの橋町です。そこで実際に橋町に住んでみたらどうなるかを徹底調査しました。今回は特に繁華街エリアについて通勤の利便性や買い物のしやすさはもちろん、塩害や津波といった災害リスクから地価も考察してみました。それでは始めましょう。まず、橋町全体の立地について見てみます。そもそも、橋町という名前の由来は、あやめ大橋とディカール大橋という海をまたぐ2つの巨大な橋が交わる場所という意味です。そして、この2つの橋の存在が橋町の暮らしやすさを支える大きな理由でもあります。ちょっとマップで見てみましょう。あやめ大橋の先には、有名企業が本社を構える新興ビジネス街ニューホランド。あやめ大橋から続く松明通りの先には、キャンプ場やコンサート会場がある人気のリゾート地、ミモン浦があります。一方、ディカール大橋の先には、対アノマリー専門機関のアノマリー管理局。反対側の水木大通りを進んでいくと、ヘテロシティ市立病院やクレイモン学園のあるエソラ町があります。つまり橋町は、職場や学校、医療機関や行政機関、さらにはレジャー施設まで、生活に必要な施設へアクセスしやすい素晴らしい立地なのです。ニューホランドで働く人にとって橋町はかなり魅力的な選択肢になりそうです。通学のしやすさもあり、大きな病院が近いという安心感もあります。さらにヘテロシティで暮らす上で避けられないアノマリーの問題においても、アノマリー管理局が近くにあるというのは心理的にかなり大きいはずです。休日は大都会ニューホランドに繰り出すこともでき、橋町東部のビーチやミモン浦のキャンプ地にもすぐアクセスできます。都会的な暮らしと自然のアクティビティの両方が味わえるだけでも、橋町の人気の理由がわかりますね。次は移動手段について見ていきましょう。自家用車があれば、隣町への移動も簡単です。ニューホランドへ向かうには、あやめ大橋だけでなく、オウムガイトンネルという海底トンネルを使うこともできます。透明なガラスで覆われた内部は、まるで水族館のような光景で、ドライブデートにぴったりですね。東京だったら片道2000円は取られそうなこの道。ゲームではタダで走れるので羨ましいです。ただ、車はガソリン代や維持費もかかるので、できれば公共交通機関を使いたいという人もいるでしょう。その点、橋町の公共交通機関はかなり充実しています。橋町には電車の路線が2つあります。水木駅からはニューホランド方面へ、繁華街駅からは橋町、ミモン浦、エソラ町を結ぶ環状線が出ています。主要エリアへ乗り換えなしで移動できるのはかなり便利ですね。さらに、電車が便利でも駅まで遠かったら意味がないという人のために、橋町はバスの路線も非常に発達しています。こちらをご覧ください。これは地図にバスの路線とバス停を書き加えたものです。これを見ると、橋町ではほとんどのエリアにバスの路線が走っているのがわかりますね。全部で6路線が乗り入れていて、場所によっては乗り換えが必要ですが、バスだけでもエソラ町、ミモン浦、ニューホランドへアクセスが可能です。このように橋町は優れた立地と充実した公共交通機関を持っています。この時点で住みたい町ランキング1位の理由がなんとなく見えてきますね。ただ、橋町の面白さはここからです。実際に歩いてみると同じ地区とは思えないほど場所ごとに街の空気が変わることに気づきます。今回は説明しやすいように橋町を3つのエリアに分けました。エメラル丘周辺を北部、小窓通りより西側を西部、そして東側を東部としています。その中でも今回は繁華街がある東部を見ていきましょう。繁華街にやってきました。たくさんの人で賑わっていますね。それでは早速この街を歩いてみましょう。繁華街はとにかく店の数が圧倒的です。ここは橋町における旧市街で、ヘテロシティの中でも特に店が密集しているエリアです。広場の北側には銀行の肉球支店や昔ながらの電気屋、さらに魚屋、果物屋、八百屋、肉屋、豆腐屋も揃っています。仕事帰りに商店街を歩きながら夕飯の材料を揃える、そんな生活が自然と想像できますね。広場の東側にはピザ屋、ファミレス、紅茶屋、ジェラート屋が並びます。
外食の選択肢も多いので、自炊しない人でも食事の心配はありません。むしろかなりの自制心がないと食べ過ぎてすぐに太ってしまいそうです。広場の南側には本屋、ペットショップ、リサイクルショップもあり、食品以外の店も充実しています。さらに小窓通り周辺には魔女の家や運送会社のステイリー急便といったヘテロシティらしい独特な店も顔を出します。生活に必要な店とこの街ならではの個性的な店が徒歩圏にぎっしり集まっている環境は移住を考える上でかなり大きな魅力です。移住する上で意外と見落としがちなのが街の景観です。どれだけ便利でも毎日見る景色が単なるビル群では心も枯れてきてしまいますが、繁華街はかなり独特な景観を持っています。石畳の入り組んだ路地と激しい高低差、碁盤の目のように整備された街ではなく、昔から徐々に建物が増えていったような雑多で混沌とした雰囲気があります。そしてその複雑さこそがこの街の魅力でもあります。整備されすぎた街は最短距離を移動するだけになりがちですが、繁華街は路地ごとに景色や店が変わります。今日はいつもと違う坂から帰ってみるかと寄り道をしたくなる空気があります。細い路地にはゲーム内では入ることができませんが、小さな店も点在していて、住み続けるほどお気に入りの場所が増えていきそうです。そして繁華街からさらに東側にはビーチも広がっています。夜になればニューホランドの高層ビル群を望む夜景まで見えます。雑然とした旧市街と近未来的な都会の夜景の両方を楽しめるのも東部ならではの魅力です。橋町東部には橋町の2駅のうちの一つ、繁華街駅があります。三門浦と江空町を結ぶ環状線が乗り入れていて、しかも駅が繁華街とほぼ直結です。さらにもう一方の主要駅、水木駅へもバスでアクセスできます。繁華街周辺には水木駅行きのバス停が3カ所あるため、バスと電車を組み合わせた移動も難しくありません。交通面の不便さはほとんど感じなさそうですね。では、地価はどのくらいなのでしょうか。これまで紹介してきた通り、繁華街は利便性が高く、景観や交通にも恵まれているので、地価もかなり高そうに感じます。ゲーム内では住宅価格が明示されていないため、ここからは私の考察になりますが、むしろ地価は比較的安いのではないかと考えています。その理由は3つあり、1つ目は平地による災害リスクです。上空から見るとわかりますが、繁華街は橋町の中でも特に低い場所に位置しています。実際、西側へ歩くと徐々に坂を登っていく構造になっています。海沿いの低地ということは、強風、台風による浸水、さらに地震時の津波リスクが出てきてしまいます。これが一つ目のマイナスポイントです。二つ目は塩害と湿気です。海沿いの町では潮風に含まれる塩分で自動車や自転車、エアコンの室外機が錆びやすくなります。洗濯物を外干しすると乾かないだけではなく、ベタつきを感じたりすることもあるそうです。路地が密集していて風通しも悪そうな繁華街は特に湿気がこもりやすそうです。部屋干しでも洗濯物が乾きにくいとなると、もうどこで干したらいいかわかりません。ただ、地図を見てみると、繁華街には狭い範囲にコインランドリーが2店舗ありました。もしかすると、繁華街の住民はコインランドリーのヘビーユーザーなのかもしれません。続いて3つ目は、再開発の難しさです。繁華街の街並みは、計画的に整備されたというより、自然発生的に拡張されてきたように見えます。現実の日本でも、こうした古い住宅が密集したエリアでは、借地権や所有権が複雑に入り組み、建て替えや区画整理がなかなか進まないケースがあります。このような場合、再開発がしにくくなるんですよね。このような土地は便利だけど古い町として残り続け、資産価値が伸びにくくなる傾向にあります。この3つの要素を考えると、繁華街の地価は利便性の高さに対して抑えられている可能性があります。地価が低ければ家賃も安くなるはずで、金銭的なメリットは大きそうです。ただ、実際に暮らすとなると、先ほどの問題に加え、他にも人を選ぶ要素がいくつかあります。まず、夜の街の構造です。昼間は探検しているような楽しさがある路地も、夜になると視界が悪く、
人目が届きにくい場所が増えます。女性の一人暮らしだと夜道に怖さを感じるかもしれません。また、繁華街特有の賑やかさはトラブルと隣り合わせでもあります。繁華街周辺には交番が3カ所あります。交番の数だけで治安を判断することはできませんが、他のエリアと比べるとかなり多いのも事実です。さらに、階段や坂道が多いため、移動にも体力を使います。買い物帰りや雨の日は特に大変そうです。道幅が狭く車が入りにくいので、引っ越し時の搬入や緊急車両の通行もスムーズとはいかない可能性もあります。このように繁華街は便利ではありますが、誰にでもおすすめできる街ではありません。では、どんな人に向いているのかというと、利便性を重視しながらも家賃は抑えたい人、整然とした街より雑多で人間味のある空気が好きな人、都心に通勤しながらも休日はレジャーを楽しみたい人には文句なしにおすすめです。逆に静かな環境や夜道の安心感を重視する人、坂道や階段が体の負担になる人には少し厳しいエリアと言えます。ちなみに私は体力がないので毎日繁華街の坂道を乗り越える自信はありません。住むほどに街への愛着が育っていくスルメ感が多くの人を引きつけ、西町の人気を支えているのかもしれませんね。次回の後編では、整備された都市西部と静かな高級住宅街北部を見ていきます。東部とは全く違う雰囲気の街となりますので、ぜひ後編もご覧ください。このチャンネルでは今後もゲームのお役立ち情報をアップしていきますので、良ければチャンネル登録と高評価、そしてハイプをよろしくお願いします。X では動画以外にも色々とつぶやいていきますので、ぜひ概要欄からフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。